おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、この季節ですね、梅の絵をお見せしようと思います。梅の絵をですね、白いものどうやって描くの難しいわーって皆さん言うてはりますか？こういった方法もありますよというご提案も含めて、お見せできればなというふうに思います。皆様でも多分できます。いや、必ずできます。最後までよかったらご視聴ください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。梅を描くという動画でございまして、この季節ちょっと難しそうですけどチャレンジしてみようと。で、この方法は桜でも使えると思いますので、2月3月、これからね、絵を描くにはもってこいの鉛筆で下書きをしていっております。持ってこいかなというふうに思います。で、鉛筆の下書きに関してどれぐらい書けばいいのということで、これ本当にもう幹の部分、ジョジョと書いておいた程度です。で、今お見せしたのは、これホルベインさんのマスキング液ですね。これなかなか僕も筆につけて使うの勇気いるんですけど、ある方は洗剤、いわゆる洗剤みたいなもの、これで洗剤をちょっと、よくある食器用の洗剤を歯ブラシにつけて、そうするとなんかくっつきませんよということで、確かに界面活性剤やからそうかなと思って、それでちょっと歯ブラシにつけてペッペッとやってみましたけど、うまく飛びませんでした。子供用の歯ブラシなんで毛先が短くて、で豚毛の筆に変えました。それでスパッタリングをしておきました。一応鼻の方向に向かって上の方にピュッ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 となってる感じに、下から上みたいな感じで、スパッタリングをしていきました。マスキング液ですね。これね、こういうの絵皿とかちょっとドボッとしてるとこありますけどね、下から上という感じで、紙に対して3分の1ぐらい乗ればいいかななんていう風なイメージかな。4分の1から3分の1ぐらい。で、鼻のところだけですよ。上部ぐらいのところだけ。で、一番上のところちょっと暗い奥になってるんで、そこのところはマスキングテープをしておきました。で、ちょっとドボッと落ちたとこ、今ティッシュで取りまして、ドライヤーで乾かしました。自然乾燥でいいと思います。皆さん自然乾燥でいいかなというふうに思いますけど、ちょっとせっかちおじさんなので。それで今度はですね、ちょっといろいろこれやってみました。今度は生の白、これは、透明水彩のチャイニーズホワイトにちょっとだけこれはオペラというピンクですね。あそこに僕置いてあるのはオペラなんですね。で、左上はチャイニーズホワイト。で、それでまた飛ばしてみました。若干ピンクみがかったものを、何度かこういうことをちょっと繰り返してみようということで、これをスパッタリングを、マスキング液の次はまた透明水彩でスパッタリングってこうやってペッペッペッって飛ばしていくことを言いますけど、スパッタリングをしていっております。ね、何をやっとんねんって。そしてこれジェッソです、ジェッソ。アクリル絵の具のジェッソ。僕これね、ジェッソはね、意外といろんなとこで使えます。例えばマスキングテープを周り貼ってるんですけど、で、そこに、ね、どうしても絵の具が滲んでしまったりとかして、マスキングあれがね、はみ出してしまったりとか、そういう時は、ジェッソで僕は修正していったりとかします。言ってることわかります？最後にマスキングテープを剥がしたりとかした時にね。で、今ジェッソでスパッタリング、生の白の状態で、チャッチャッチャッチャという風にやっていってます。これアクリル絵の具なんですけど、アクリル絵の具の下地材、というものです。で、これでまたやりました。で、これでだいたいこの梅のところの10分の7から8ぐらい埋まったかなぐらいの感じで、またドライヤーで乾かしました。で、アクリル絵の具っていうのは、乾いたら取れません。透明水彩は取れます。それでちょっとジェッソが多く行き過ぎたなとか、完全に乾いてないとこ。で、この後、霧吹きでシュシュシュ、もうややこしいですけどね、今度は霧吹きでやりました。そしてそこにまたスパッタリングっていうか、今度はドボドボドボっていうような感じで、青とピンクとか黄色とかを、まず黄色とこの、ピンクですね。を混ぜてスパッタリングもちょっと大雑把なスパッタリングというか、初めにマスキング液とかは細かい点ですけど、それが梅の花に見えてきて、で今ジョンジョンってやってるのがその隙間に見えるまた向こうのちょっと暗くなっているような、花に見えんかなというなんとなくイメージをして、マスキング液を剥がした時どうなるかなとかで、ジェッソの白というのはそこの色、ジェッソの上にもちょっと絵の具が乗るんですよね。だから完全なマスキングまでの効果ないけど白と、だから一番初めに塗ったやつが一番白いはずです。で2番目にはジェッソでなんていうか霧吹きでやることによって全部びちょびちょにするわけではないけど、なんか局部的に滲んだりとかせんかなというなんかイメージでやってみました。で下のところの緑を描いていっております。
ね、この辺もこう奥の方に後ろに見えるちょっとチラチラと見える緑みたいなのがうまく効果的にいかへんかなっていうふうに思って、やっております。ね、こういうふうに。で、ちょっと土が見えているところ。意外とこう、皆さんの地域に梅林とか探したら、梅林ね、結構ありますのでね、2月の季節とかいい時期にこう探しに行かれたらいいんじゃないですか。ぜひぜひ行かれてみてください。この辺とかっていうのは、そういうふうに梅の隙間にちょというふうに書いていっております。で、ちょっと濃い色とか、緑の濃い色とかを書いていきながら、もうなんだかって感じですね。で、今度は青と茶色を混ぜて、さあ、幹を書いていきます。幹をね、影かな、まず。グレー、ブルーと茶色を混ぜて、僕は結構この色で、油絵なんかもウルトラマリンとバーンとシェンネみたいな色で影を作ることが、影の色を作ることが多いです。で、ドライヤーで乾かしました。で、ちょっとドライヤーこれなんか、昔使ってた安いやつで、風力が強すぎました。結構これ、大事ですね。昔も20年ぐらい前に使ったやつが見つかったんで、常備させておこうと思って。で、それがドライヤーで乾かしたら、ものすごくこう、全部がこう吹き飛んでいったということで、あまり効果がなくなりましたけど、そして今度はですね、このオペラ、これが完全に乾いてから、オペラと、今度は、スカイブルーとかいうのかな、なんていうのかな、青っぽい、こう、右下の下から4番目ぐらいにある、なんかこう、かなり明るいやつとか、またそこに白を混ぜたりとか、もうしながらぐっちゃぐちゃですけど、またスパッタリングをしていってます。それぐらいスパッタリング、ほぼスパッタリングでここは書いたということですね。で、下の方にニョキッとこう出てる今、ところの梅もスパッタリングをしておきました。そしてようやく一番上のところ、のマスキングテープを外しました。それでドライヤーで完全に乾かします。もう3層、4層、5層と、塗りました。その間には、マスキング液、アクリル絵の具、透明水彩だけでやったとか、その辺をこう複雑にしていくというね。で、今こう茶色と、この辺はウルトラマリンブルーとかなんですけど、一番奥の上のところに見える向こうの暗い部分みたいなのを今ちょっと描いていっております。ね、わかります？難しいでしょ？何やってるかわかりますか？で、マスキングテープを貼っておいたから、ここのところは、梅のこう白いこうスパッタリングが飛んでいってないということです。もうわからんかったらもう1回2回見直してみてくださいね。そういうことかっていうのがわかります。そしてこう、幹の部分を少し描いていきますけど、ぎゅーっと描かんようにしてね、ぎゅーっと。で、やっぱ鼻の間にちょんと見えたりしてるなっていうことを頭で理解しながらちょっと、描いていって、全部デューッと描いてしまう人結構いますけど、今回はマスキング液とかを使ってるから、ギューッと描いても白いのがピョッと出てきはしますが、この辺りというのはちょっと慎重にやりながら、暗いところというのを、梅の木の暗いところを描いていっております。わかりますかね？この辺り、ちょっと理解ができるかどうか。で、上の方というのがどういうふうな効果になってくるかというのは今のところ私もあんまりこう分かっていないんですけど、大体の想像をしてて、大体想像通りにはいきます。大体 70%、80% ぐらいはイメージ通りには。これはある程度経験を積んできたので、もう本当にそれは長いこと経験積んでくると、こうやったらこういうことができるなと。でもその中でもなんかこううまいこと言ったらいかんかったりっていうのはもちろんありますけどね。はい、頑張ってくださいね。皆さんね、こんなことできるかいって突っ込んではるかなという感じで、もう大体皆さんがね、モニターの向こうで言うてることが大体わかります。心の声がわかりますので、おじさんはそういう能力者でございますからね、もう能力者、ジョークですよ。で、手前の方にギューッとせりでできているところと、で、これは影の方ですね。で、影の方はちょっと青みがかってる感じに若干ね、茶色とあれを青を混ぜてますけど、でこの隙間とかに少し暗く見えるところ、向こうの花のとことか影のところとかを描いていっております。こういう感じで、まだ下地の段階という感じですけども、とにかくこう今回は花の部分というのが主役なので、一応下に落ちてる影とかはこう利用しながら構成として何かこういう形になってきてもいいかなということで、若干この写真を元に描いていますけど、全くそのまま描いているというわけではございません。そしてビビッドなこう緑色みたいなのを少し置きながら、ビビッド鮮やかなですね、緑色を置いていっております。緑色を置いていって、明るいところは塗り残しながらと。で、これで下のところと上の明るさみたいなののこう色の違いが出てきて、梅の花があるなという部分が見えてくるんではないでしょうか。
こんな感じでですね、混色をしっかりしながら、ですね、影の上とかにも置いていきながらですね、なんか点で書いていってますね。点と。あまり硬くならずにこの辺はラフに描いていった方がかっこいいかなと。かっこいい作品とかを皆様もぜひ目指されてみてほしいなというふうに思いますけど、ちょっとかっこいいなというような雰囲気で描いていっております。こんな感じで点っていうふうに置きながら、で、この辺の梅のところの暗いところとかも少し探しながら、隙間のところに絵の具をちょっと点と置いていって、これもやっぱりオペラと青と、ちょっと茶色入ったりとかして、ちょっとグレートになってる若干ピンク寄りのややこしい色ですね。ややこしい色を使っておりますけども、こんな感じでございます。ね、こういう風にでグレーとかを置いて隙間にグレーとかを置きながら、ある程度グレートーンで、それで削りマスキング液を剥がした時に明るいのがバンと出てきてくれと、今おじちゃんは書きながら祈っている最中でございます。わかりました?言うてること。だからこれも桜の木とかにも、応用できるかもしれませんのでね。で、これもう青とピンクを混ぜて、これね、意外とこの2色は分離色って、乾いて少し分かれたりするんで結構面白いし綺麗なんですよ。で、こういう風にちょっと分離するような色とかも入れながら、もう本当ピンクと、青を混ぜたら紫ですけども、ほんの少しでもピンクに寄ってたら少しピンク色っぽいグレー、青に寄ってたら青っぽいグレー、ちょっと影の色になったりとかね、いうような感じで、いう風に書いていっております。どないでっか、こないでっか、どうですか。だいぶこれでなんとなく全体像、大きな作りみたいなのが上に細い暗い線があって明るい面積があって中間色。で、影とかも利用しながら線的な動線って言いますけど、僕の動画難しいでしょね。はい。難しいのはご承知の上。皆さんもね、で、これでまたスパッタリングしつこくしだしましたね。これは何でやってるんかな?これはもしかしてジェストかもしれません。またジェスト使ってますよ。ね。これはジェストでわーっとかなり力強くスパッタリングをしていってます。で、完全にドライヤーで乾かして、ようやく剥がすということでございます。違うか。で、ちょっと幹をかいておいてからかな。これも細い枝があるんですよ。シューと立っていると。で、その細い枝もある程度描いてから一回剥がして、また最後に描くと。でシューと描いた線も剥ぎ取ったマスキング液によって少し白い線が点っていう風に出てきたりとかしますので、線でシュッと描いていってるということでございます。どうですか?ね、この辺の細い枝、幹っていうか、なんていうの?細い枝ですよね。枝が上に向かって生えているのとかを少し描いていっております。この辺っていうのはね、なかなか皆さんにはね、細い線とか引けませんとかっていう人いるかもしれません。これは、名村さんの筆を山切りカットにしております。私のもう長いことの視聴者やったらもう馴染みの筆でございますけど、最近見出したという方、どないしとんねんっていう感じかもしれませんけど、750円ぐらいの筆をもう山切りカットにしてます。山切りカットって言って、僕は山切りカットで合ってるのかよう知らないですけど、普通の瞑想筆をちょっと切っているという。で、ドライヤーでまた完全に乾かします。こんなことをずっと繰り返しながら。で、ちょっと乾ききっていないとティッシュで拭き取って、マスキング液をようやく剥がしていきました。ボリボリ。もうね、この音とかも、もうすごい大量の場合はもう、私はゴム手袋をつけます。これを剥ぎ取るような、あれも売ってたりしますよ。ラバーみたいな。なんかなんていうのかな。靴底の裏みたいなやつ。ちゃんとそういうのも売ってたりしますけども、今回は、指で、なんかやりました。で、ね、どうですか?なんかもう壁みたいな質感で結構案外かっこいいですよね。自分で言うのなんやねんって感じかもしれませんけど、壁みたいなザラついた。なんか単に透明水彩だけで描くよりは、やっぱりこの辺は複雑に、少しなってきて、僕は工房展とかで単体の透明水彩だけでちょっと弱かったりしますよっていう、僕のね、思いですけど、なんかこういったことも皆さんのなんかアイディア、参考になってくれればなということで、今回作っております。今日初めて見るという人は何をしとんねんって感じかもしれませんしね、いろんな技法ありすぎたり、これは邪道だって言うかもしれませんけど、僕は
絵が良ければいいんじゃないかっていうのをいつも提唱しております。もう本当にこう見る人とかっていうのはね、これは水彩以外を使ってるからダメなんだとか、白は絶対に紙の白じゃないとダメなんだとかいうおっしゃる先生もおられたりしますけどね、僕はもうその辺はなんか楽しくないといけないというか、絵が良くないといけないと僕なんか思っております。すみません。もうごめんなさい。アンチの方ね。ごめんなさい。で、こう、また、幹のところをより濃いところを描いていって、ザザザザザと書いた作品となりました。いかがですか？こんな感じでどないでっかっていう感じですよね。まあ、この辺りもだいぶ慎重に点描が広がっていくような感じですね。ぐっとこう書いてしまったりとかすると、画面の中のバランスを崩してしまいますので、やっぱりこれはやっぱりこう梅の花がうわーっとこう乱舞して咲いているというところが見せ場ですので、他のところはもうあくまで脇役ということなんで、脇役を見せるためにそのね、主役をちゃんとこう引き立てるということで、こういう影とかもラフに描きながらということでですね、僕はこう水彩画、いろんな水彩描いてます。写実的に描くものもあれば、今回はちょっとラフに描いていって、梅のこのバーッと咲いてる感じをね、出せたらなというふうに思って描いていっておりますということでございました。できそうですか？ちょっと複雑な工程踏んでますし、少しこう理解が難しいかもしれませんけど、もう一度簡単におさらいすると、マスキング液が一番のハイライトで、透明水彩の白とかピンクを混ぜて若干のグレートーン入れてみたり、その上から不透明のジェッソを塗ってみたりとかね、ドライヤーで乾かした後にまたちょっと透明水彩を塗ってみたりとかして、すごい構造を作っていった。そういったものが、最終的には非常に効果を生んでいるんじゃないかなと思います。それで最後、脇役とかのところはザザザザと大きめに書いておいて、今回の作品といたしました。どうですか？楽しかったですか？よかったらですね、チャンネル登録といただければおじさんも励みになります。こんなんね、一生懸命作って皆さんがね、参考になればなと思って、すべて動画と、これ最後はもうなんかジェッソの白で点打ち出しましたよ。ね、反則やって言われるかもしれませんけど、ジェッソの白が残っていましたので、それで点を打って、梅の花を描いていったということでございます。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっと複雑な工程を踏んでいってます。幹の描き方とかも参考になるかもしれませんので、よかったら頑張って皆さん視聴して家を描いてください。鬼高評価にぜひ皆さん待っております。では最後噛みましたね。ご視聴ありがとうございました。できそうでしょね。皆様も少しスパッタリングとか違うものをちょっと入れてみたりとかするだけでこんな印象変わりますので、皆さんの作品がより良くなればと思っておじさん頑張って動画作ってますよ。この動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録よろしくね。バイバイは？バイバイ。バイバイ。バイバイ。もう一度よ。